今回は、クアン氏の魔人たちについて解説していきます。クアン氏とその魔人は、中国からの刺客として登場するキャラクターです。クアン氏とその魔人は、マキマや岸辺の反応からしても、相当な強敵だということがわかります。4人の魔人たちを束ねるクアン氏自身の解説は、過去にクアン氏の解説動画をアップしていますので、そちらをご覧ください。まず、クアン氏が、私の女たちと呼ぶ4人の魔人について、それぞれ解説しましょう。ピンツイ。蛇のような髪の毛が特徴的な、ピンツイは、ドーナツが大好物の可愛らしい魔人です。おしゃべりで愛嬌があり、第1回人気投票では、クアン氏を超える投票数を集めています。ちなみに当時は名前がまだ判明しておらず、読者の間では、二口という愛称で呼ばれていました。第2回人気投票では、33位にランクがダウンしたものの、注目のキャラクターと言えるでしょう。そんなピンツイは、他の3人のまとめ役のような立ち位置に立っています。また、自分の知識をひけらかすような描写もあり、回転寿司を訪れた際には、クアン氏に魚に関する豆知識を披露して、そんなこと知りたくなかった、と反応されています。この場面でピンツイ本人はとても楽しそうにしているため、空気は読めないタイプなのでしょう。ピンツイの能力は、輪っか状に変化させたポニーテールから対象を覗き込むことで、契約悪魔を見抜けるというものです。中国語で、品評する、論評するという言葉の発音が、ピンツイと近いことから、解析能力のあるレンズの悪魔ではないかと考察できます。ロン。パワーに似た2本の角が特徴的な魔人が、ロンです。好きなものは血で、食べ物を皿ごと食べてしまうなど、若干の知性の低さが目につく魔人として描かれています。ロンは常に手錠をかけられていますが、戦闘が始まると、自ら鎖を引きちぎっているので、拘束が目的ではなく、アクセサリーとして身につけているようです。ロンは火を吹く能力を持っており、角と火を吹く能力、そして、ロンという名前から、竜の魔人と考察されます。コスモ。頭から眼球と脳みそが半分飛び出た、かなり奇抜なデザインの魔人が、コスモです。ロンやピンツイは、中国語が名前の由来でしたが、コスモは、宇宙を意味するイタリア語が由来となっています。コスモだけは、その正体がしっかりと判明しており、名前の通り、宇宙の魔人です。コスモは普段、ハロウィンとしか喋らない上に、周囲にいる人間を、ハロウィンとしか喋れない状態にする、とても厄介な能力を持っています。性格は自由奔放で、自分のやりたいことには忠実です。任務そっちのけで東京観光に行ってしまう描写もありました。そんなコスモですが、作中に登場するキャラクターの中でも上位に入るほどの、強力な能力を持っています。それは、宇宙のすべての知識を対象に流し込み、死ぬまでハロウィンのことしか考えられなくする、といったものです。この攻撃を受けたサンタクロースは、廃人となって最終的に焼死しました。普段は、ハロウィンしか喋らないコスモですが、脳内では誰よりも知的な喋り方をする描写は、かなり印象的です。継ぎはぎ。最後は全身の縫い目が特徴的な、継ぎはぎです。継ぎはぎは、言葉を発する場面や、能力を使う場面が一切なかったため、どのような魔人なのか、詳細が判明していません。彼女の唯一の活躍シーンは、クアン氏の目から矢を引き抜いた場面で、この動作によってクアン氏は武器人間に姿を変えました。また、一人で暴走しそうになったコスモを無言で指さす姿も、数少ない彼女の可愛らしい性格が伺える貴重なシーンです。地獄でバラバラになったロンやピンツイの体が、現世に戻ってきた際に元通りになっているため、バラバラになったものをつなぐ能力を持っているとの考察もありますが、これはサンタクロースによって彼女らが人形にされた後の話なため、断定はできません。そんな彼女たちの強さについて見ていきましょう。全員が強力なキャラクターに見えるものの、4人で岸辺に戦いを挑んだ際には、継ぎはぎとコスモが逃亡し、ピンツイとロンは、岸辺にダメージを与えることもなく、確保されています。そのため、コスモの、ハロウィンを除けば、さほど脅威ではないようです。ちなみにクアン氏は、この4人の魔人に、人権と義務教育を与えることを目的に、任務を引き受けていました。クアン氏と魔人たちの間には、電磁とパワーのような、信頼や愛があると言えます。
また、作中では、悪魔や魔人は生理的に人間を嫌うという設定がありますが、それを凌駕するほど、クアン氏の魅力は凄まじいということもわかります。ここで余談となりますが、クアン氏の名前の由来について紹介します。チェンソーマンの登場人物の名前には、しっかりと意味が隠されていることが多く、例えば主人公のデンジは、天使に濁点をつけた名前とすることで、悪魔と戦う存在であることが隠されていました。そして、クアン氏という聞き慣れない不思議な名前にも、きちんと意味が込められています。実は、クアンシーのピンインを翻訳すると、狂気という意味になります。ほとんど感情の波が見えない淡々としたクアン氏が、狂気という意味が込められた名前というのは少し驚きですが、これには深い意味があります。クアン氏の公安デビルハンター時代の相棒である、岸辺は、狂犬と呼ばれていました。この、狂という漢字が、岸辺とクアン氏のつながりを暗示しています。また、岸辺は、デビルハンターは、頭のネジが外れているほど、つまり、狂ってれば狂ってるほど強い、と語っていることから、名前と二つ名に、狂の文字が入ってるクアン氏と岸辺は、強力なデビルハンターであることがわかります。パッと見ではわからない隠されたつながりが、名前に隠されていたのです。また、チェンソーマンの作中で、クアン氏たちに注目した際に気になる点が、彼女らの話す、中国語についてです。海外からの資格として来日し、初めて戦闘を見せた際に、中国語で会話するシーンが登場します。この場面でクアン氏と魔人たちが話していた中国語について、詳しく見ていきましょう。まずは、クアン氏の言葉からです。シアオジエメン。お嬢さん方。イールーアンチアン。いつものように、チンニーメン、シュリーシオンツァイ、シオンファンら。残ったものを処理してください。このセリフの後、クアン氏が高速で移動しながら攻撃する流れとなるので、その攻撃から生き残った敵をきれいにしておいて、と魔人たちに伝えていたわけです。また、この場面でクアン氏が、いつものようにと発言していることから、普段からクアン氏が敵を一掃し、残りを魔人たちが処理するスタイルが確立していることがわかります。こうしてクアン氏が中国語で指示を残し駆け抜けていった後に、今度はピンツイがデビルハンターたちに向かって、笑いながら何らかの中国語を喋るシーンがあります。これは連載当時話題になったセリフでもあるため、意味を知っている方も多いでしょう。まず3文字の中国語ですが、ふふ、あはは、という意味になり、笑い声だとわかります。そして続く5文字の中国語ですが、CT 在シオフア。死体が喋っている。つまり駆け抜けていったクアン氏によって、すでに顔面をスライスされて殺されていることに気がつかず、そのまま喋っている姿を馬鹿にしたセリフでした。このセリフが話題になった理由は、後にマキマが同じセリフを発したためです。世界の四角編のラストで、クアン氏が武器を捨てて両手を上げ、自分の魔人たちは殺すな。靴でも何でも舐める、と言って、マキマに命乞いをしました。しかし、実はクアン氏がこのような発言をしている間に、すでにマキマによって切断されていたのです。そしてマキマは、自身が死んでいることに気づいてないクアン氏たちを皮肉り、死体が喋っているという言葉を口にしました。別の動画で詳しく紹介していますが、マキマは小動物を操って盗聴する能力を持っており、クアン氏たちの言動の全てを把握していました。そのため、ピンツイの中国語とあえて同じ意味合いのセリフを、皮肉混じりに口にすることで、全て自分の手のひらの上、という事実を示したのです。このシーンは、ほんの一瞬で40人以上の命を奪う実力を持つクアン氏すら、本人が気がつかないスピードで、マキマがワンパンできること、そして世界中のあらゆる会話を盗聴し、把握している、マキマの恐ろしさが強調された作中屈指の名シーンでした。初登場のキャラ付けのようなコマの発言が、まさか伏線になっていたことに誰もが驚いたでしょう。このようにキャラクターの名前や小さな発言一つ一つに、きちんと意味が込められているのが、チェンソーマンが名作たるゆえんです。以上、今回は、クアン氏と4人の魔人について解説しました。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、チェンソーマンについて、考察や解説をしています。チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。